人の世の儚い様子をよくよく考えてみますと、この世は幻のような一生です。1万年も生きた人がいるなどと聞いたことはありません。人の一生はすぐに過ぎてしまうのです。今、一体誰が100年の命を保つことなどできるでしょうか。私が先か、人が先か、今日とも知れず、明日とも知れず、人の命の尽きる後先は絶え間のないものです。朝には元気な顔であっても、夕べには白骨となってしまうような身です。無常の風に吹かれると、二つの眼はたちまちに閉じ、一つの息は長く耐えて、元気な顔もたちまち美しい姿を失ってしまいます。そうなってしまえば、家族が集まって嘆き悲しんでもどうしようもありません。そのままにはしておけないので、延べの送りをし、荼毘に付して煙となってしまうと、ただ白骨だけが残るのです。それはもう言葉にも言い尽くせない悲しみです。人の世の儚いことは老若に関わらないことですから、五世の浄土往生という最も大事なことを心にかけて、阿弥陀如来を深く頼み立てまつって念仏しなければなりません。何万打仏、何万打仏、何万打仏。蓮如上人のご文章から白骨の章の現代語訳を拝読させていただきました。こんにちは。私は田所英二郎と申します。今日はこれから仏教についてお話しさせていただきますが、その中でも特に他力信心の世界、南無阿弥陀仏のお念仏の世界について、私の体験なども交えながら、だいたい30分ほどお話しさせていただこうと思います。それでは、これから早速お話に入りたいと思いますが、その前に皆さん、ゆっくり目を閉じてみてください。そして皆さんが人生で経験した死を思い浮かべてください。はい、目を開けてください。ここで皆さんに一つ質問いたします。あなたにとって死とは何ですか？今から11年前の2013年、私の母は69歳で他界しました。心臓発作による突然死でした。母が亡くなる前夜、私は母と2人で翌日に父が退院することを祝って、よかったねと言いながら出前したお寿司を楽しく食べていました。父は当時大腸がんを患っており、2度目の大きな手術を無事に終え、翌日に退院する予定だったのです。父が退院する姿を見ることなく、その日の朝早く、母は亡くなりました。あまりに突然のことだったので、私は母が死んだという事実をしばらく受け入れることができませんでした。父は精神的にも肉体的にももっと苦しかったと思います。父は長らくがんとの闘病生活を送っていましたが、母の死からおよそ1年後の2014年、最後にはがんが体のあちこちに転移し、多臓器不全でこの世を去りました。
67歳でした。今でもはっきりと覚えていますが、父が息を引き取る瞬間、父の目はまるで線香花火の最後の光がゆっくりと消えていくように、はっきりと光を失っていきました。両親が相次いで他界したこの2年間は、私の人生にとって最も辛く苦しい時でした。土砂降りの雨の中、私は一人で両親の墓まで行き、傘もささず、ずぶ濡れになりながら墓石を抱えて泣いたこともあります。二人の死を目の当たりにし、私はしばらくの間、深い悲しみに沈んでいました。生きることに対しても、消極的な気持ちで、半ば投げやりになっていたかもしれません。しかし、父と母は自分たちの死を通して、私の人生に大きな問いを残してくれたのです。それは、人はなぜ生まれ、死んでいくのか、そして人は死んだらどうなってしまうのかという問いです。父が亡くなった後、遺品整理をしていたとき、父が使っていたパソコンの中からたくさんの文章が出てきました。それは父が生前書き残していたものでした。私は時間をかけてその一つ一つを読んでいきました。もうこの世にいない父の新たな言葉に触れることは、まるで父と再会し、対話しているような感覚であり、何度も込み上げてくる瞬間がありました。これが父が残した最後の文章だったと思いますが、父が他界する2ヶ月ほど前に書かれた文章の中に、私はこういう言葉を発見しました。人間は弱いもので、最後には信仰というものがないと、安心立命は得られないのだと思う。幸か不幸か、自分はそこまでの苦しみに合わずに来たのか、感受性が低かったのか、不信心だった。それでも知らずに仏教的な考えで生きてきたのかもしれない。仏教もキリスト教もイスラム教も気にかかる。特に仏教は頭から離れない。父は1年前に母を見送り、今自分の死を目の前にして、それまで信仰というものに身を傾けてこなかった自分自身の生き方を悔いていたようにも思えました。そして父は、自分はたどり着けなかったけれど、仏教に何らかの答えがあるということを私に教えてくれているようでした。父のこの言葉は私の心の深い部分に刻み込まれ、それからずっと頭から離れませんでした。多くの人は私のように近親者の死を通して仏縁を得るのかもしれません。仏教にその答えがあるのかもしれない。この言葉が私にとって生と死の大きな問いに対しての答えを求める旅の始まりだったのです。それではここで、まず仏教における死生観について考えてみましょう。通常、過去というものは自分の両親や祖父母、それからご先祖様が生きていた時代を意味するというのが一般的な考え方です。今生きている私たちは彼らから命を与えられて、やがて次の世代へと時代は移っていきます。つまり、あなたの子供たちや孫たち、その子孫たちが生きる時代を私たちは未来と呼ぶでしょう。これが一般的な過去、現在、未来の概念だと思います。つまり、
自分が存在している今が現在であり、過去とはもう過ぎ去ったもの、未来とはこれから訪れるものという考え方です。私が生きている今以外に過去にも未来にも私は存在しないという受け止め方です。一方で仏教の死生観では生まれ変わりが説かれます。つまり今あなたがあなたとして生きている世界は現世あるいは根性であり、あなたの今の存在はそれまであなたが生きてきた過去世によって決まります。今、現世で生きているあなたはやがて死ぬことになります。しかし、死んだらそれで終わりではなく、この世界での行いによってまた次に生まれてくる世界が決まってくるのです。仏教ではこの行いのことを業と言います。私たちがどこにどのような命として生まれてくるかはすべてこの業によって決まるのです。つまりステーキやお寿司を食べるということは牛や魚の命を奪うという業を作っているわけです。ということはいずれ自分が牛や魚として生まれ今度はステーキやお寿司になって食べられることになるのです。血を吸いに来た蚊をパチンと殺せば次は自分が蚊として生まれ血を吸おうとしているときパチンと殺されることになるのです。私たちが生きている命の真実とは誰もこの生と死という有限の命の輪から永遠に逃れられないということなのです。先ほど申し上げた通り、仏教では生まれ変わりより具体的に言うと六道輪廻が説かれます。天、人、畜生、地獄、餓鬼、修羅。6つのどの境界に生まれようと、そこは自分の思い通りにならない世界、つまり苦しみの世界であることに変わりありません。あなたは今人間としてあなたの人生を生きているわけですが、いつか死ぬことになります。死は誰一人例外なくすべての人に平等に訪れる命の真実です。しかし、自分が死ぬということ、イコール、それで命が終わるということではありません。あなたは根性であなたが作った業によって死んだらまたこの六道のどこかに生まれ変わることになるのです。仏様の目から見たら、あらゆる生きとし生けるものはこの生じ流転、つまり生まれては死に、死んではまた生まれ変わるという永遠に終わらない苦しみの命のサイクルの中にあるということなのです。この終わりのない生と死の輪から逃れる唯一の方法は自分自身が仏になることなのです。現在、世界中には様々な仏教の教えが根付き、実践されています。あらゆる仏教の宗派において共通する目的は成仏すること、つまり仏になるということです。仏教といえば葬式をしたり法事をしたりとそういうイメージが浮かぶかもしれませんが、仏になることを目指すという目的が抜けていたならば、それは厳密に言えば仏教とは呼べないでしょう。また仏教はその教えを信じることであなたの人生をより豊かで有意義なものにしたり、瞑想やお祈りを通して
あなたの精神をより高い次元に導いたりするためのものではありません。それらはあくまで仏教の実践から生まれる、いわば副産物に過ぎません。仏教の本当の、そしてただ一つの目的は、自分が仏になることによって、この終わりのない生じ流転の問題を解決することなのです。仏様という尊い存在をただ外側から眺め、崇めるのではなく、あなた自身が仏になる。我衆から離れ、無我となる。そういう道を求めていくのが仏教なのです。つまり、仏教とは、あなたと全く無関係なものではないということです。むしろ、仏教とは、あなた自身が抱える根源的な問題の解決のためにあるということなのです。人間が仏になったならば、もう二度と六道に生まれ、流転輪廻することはありません。しかし、仏になるということは、何も天国のようなところで何の苦労もなく、不安もなく、悠々と楽しく暮らすということでは決してありません。仏になるとは、無限の慈悲の働きそのものになるということですから、私は仏になったら、またすぐさまこのシャバ世界に戻ってくるのです。そして、未だ終わりのない生じ流転の苦しみの中で生きるすべての衆生を救うための働きとなるのです。仏教では、人間にとってのすべての苦しみの根源は煩悩にあると説かれます。我々は様々な煩悩を抱えながら生きていますが、その代表的なものとして、貪欲、真理、愚痴の3つが挙げられます。貪欲とは、限りなくもっともっとと欲しがる心です。真理とは、怒りの心です。愚痴とは、真理や因果を見通すことができない愚かな心のことです。仏になるとは、これらすべての煩悩を完全に断ち切った心の状態、つまり、我習から完全に解放された無我になるということです。仏になろうという高い志を持った人が現代にどれくらいいるのかはわかりませんが、昔はそういう尊い心を持った方が少なからずおられたんでしょうね。彼らは皆社会的地位や身分をすべて捨てて出家し、自ら煩悩を断ち切るために厳しい仏道修行に励まれたのです。人間には108つの煩悩があると言われています。なので、日本では大晦日の夜には除夜の鐘を108回打ち、人々の煩悩を鎮めて新しい年を迎えるのです。確かに自己を律し、厳しい仏道修行を収めることで、すべての煩悩を断ち切ることが本当にできれば仏になれます。たくさんのお経にもそのことは説かれていますし、お釈迦様ご自身はそのようにして仏となられた方だったのです。しかし、現代のこの欲望にまみれた文明社会の中で日常生活を送る私のような人間に本当にそんなことが可能なのでしょうか。自分が毎日何をして生きているのか考えてみてください。何か一つでも仏様の行いと等しく尊いものが日常生活の中から
出てきますでしょうか。大事なことなので、もう一度言いますが、私たちが日々作り出している業が私たちの次の命の行き先を決めるのです。それが私たちが生きる世界の真理なのです。私自身、自分が日々作っている業を考えてみますと、あまりの自分の煩悩の深さに愕然とします。この心すべてを断ち切るなんて、到底不可能なことだと思います。それどころか、私の人生は死ぬまで煩悩でいっぱいであり、むしろ私の人生とは、私の煩悩をただ満たすためにあると言っていいかもしれません。では、私のような人間はどうすれば救われるのでしょうか。自分の力で煩悩を断ち切っていくための仏道修行ができない劣った者は永遠に救われないということでしょうか。未来永劫、ルテン輪廻の苦しみの中で永遠に存在し続けるしかないのでしょうか。この大きな問題にぶち当たったとき、初めて他力という世界が開けてくるのです。そう、お釈迦様は自ら修行をし、仏になるための功徳を積むことなど到底できないものが仏になれる道を、つまり私のような劣ったものこそが救われる道をちゃんと説いてくださっていたのです。それが念仏の道なのです。煩悩だらけの我々の目には直接見えませんが、この世界には何千、何万という数限りない仏様がいらっしゃいます。それらすべての仏様の中で、最も慈悲深く、最も知恵に優れた仏様が阿弥陀と呼ばれる仏様なのです。阿弥陀様のお話は、仏説大無量寿経というお経に説かれています。阿弥陀様は自分で仏道修行に励み、仏になるための功徳を積むことなど到底できないこの私に代わって気の遠くなるほどの時間、どうしたらこの私を救えるか考えてくださったのです。つまり、その時間とは、私の底知れぬ煩悩の深さを表す時間そのものなのです。そして、ついに私を救う方法を発見されたのです。それは、阿弥陀様ご自身が菩薩、つまり修行者の身となり、私が仏になれるだけの功徳を私に代わって積むというものでした。そして阿弥陀様が大変なご苦労をして積まれたその尊い功徳をそっくりそのままこの凡夫の私に与えてくださるというのです。そうすることで阿弥陀様は私を仏にできるということを発見されたのです。気の遠くなるほどの時間、一瞬でも清い心を捨てることなく、ただ私一人を仏にするために仏道修行に励んでくださった仏様がいらっしゃったのです。そして自分ではどうやってもルテン輪廻から抜けることなど到底できない愚かな私を仏にするほどの、ある意味ありえないほどの膨大な功徳をすべて南無阿弥陀仏という六字の言葉の中に詰め込んでくれたのです。阿弥陀様という仏様の究極の知恵とは、阿弥陀様ご自身が南無阿弥陀仏という言葉の仏となることで、私を確実に救えるということに気づかれたということです。つまり、
阿弥陀様は私の口を使って私の声となって現れ出て、その阿弥陀様ご自身の声を私の口から直接私の耳に聞かせてくれているのです。その仏様の声を直接聞けば、私は安心して仏にならせてもらえる身であったということがわかると阿弥陀様は確信しているのです。自分自身が声の仏となることで、南無阿弥陀仏という私が仏になるための種を受け取ることができると分かっておられるのです。だから阿弥陀様は私が前世でいかなる命を生きていた時もひとときも離れず、ただ私にどうか南無阿弥陀仏を受け取ってくれよと阿弥陀様ご自身が私に頭を下げ懇願してくれていたのです。私はこの人生で人間としての命をいただき、生と死の一瞬の狭間でようやくそのことに気づかせていただきました。これまで私はどれだけ輪廻をさまよってきたのか知れません。その間、私はずっと阿弥陀様を無視し、泣かせ続けてきたということなのです。阿弥陀様は南無阿弥陀仏の声となり、私が死ねばすぐに私をお浄土に迎え取る。そして阿弥陀様と同じ仏にならしてくれるのだ。ということ一つを常に私に伝えてくださっているのです。両親が相次いでこの世からいなくなり、私はずっと生と死の問いに対しての答えを探し求めてきました。そんな中、不思議なご縁で私は仏法と出会い、そして南無阿弥陀仏と出会わせていただきました。今となっては私の人生の目的とは南無阿弥陀仏に出会うことだったのだとはっきり言い切れます。なぜなら永遠に迷い続けてきた私がついにこの生じ流天の境外を脱し、仏の境外に生まれさせていただくのです。私の人生においてこれ以上の大事件はありません。仏法に出会い、南無阿弥陀仏に出会う前は、私の人生がこの終わりのない六道輪廻から離れ、仏にならせていただく最後のチャンスだったなんて全く知りもしませんでした。死んだらお浄土に生まれ仏となる。たとえそう仏様ご自身に約束してもらったとしても、私は今死にたいとは思いません。むしろ残された人生を精一杯生きたいと思っています。燃え盛る生への執着を捨てることなど私にはできません。しかし、その時が来たら、私は私自身の死を安心して受け入れることができると思います。なぜなら、阿弥陀様という仏様は念仏の声となり、常に私と共にあることを今、この瞬間も絶えず私に伝えてくれているからです。阿弥陀様は煩悩を捨てられないまま、執着を捨てられないままの私に、そのまま来い、落としはせん、とおっしゃってくれているのです。これが最後のスライドです。日本の方なら一度はこの人を歴史の教科書で見たことがあるかもしれませんね。これは平安時代に生きた有名な念仏者である空也上人の像です。口からポッポッポッと6体の仏様が出ているというユニークな木像です。これはなもあみ
打仏という6字の言葉になられた仏様がそのまま6体口から姿を現しているという状況を臨場感たっぷりに視覚化したものです。私はこの空也上人像は阿弥陀様が念仏の響きとなり、我々衆生と離れることなく常に共にあるということを実に見事に表していると思います。私も南無阿弥陀仏のお念仏の声が私の口から出るたびに空也上人も同じ気持ちだったんだろうなと思います。つまりお念仏の声そのものが阿弥陀様の姿そのものであるという揺るぎない事実に全身に深い安心を覚えるのです。念仏とは全くもって私の所有するところのものではないということが逆に念仏の真実性を如実に物語っていると私は感じます。あなたにとって死とは何ですかという質問から始まり、生きているということは一体どういうことなのか、私は日々どんな業を作っているのか、そしてこの終わりのないルテン輪廻の世界からどのようにして私は救われ、仏とならせていただくのか、今日はそういうお話をさせていただきました。誰でも人生の最後には死が待っています。しかし、何度も言いますが、人間死んだらそれで終わりではないのです。命とはそのような一回性のものでは決してないのです。皆さん、自分が死んだらどこへ行くのか、きちんと行き先は定まっていますか？それとも、そんな死んだ後のことなんて今考えても仕方ない。肝心なのは生きている今何をするかだと思いますか？もしそう思われるなら、なおさら生きている今、自分はこの人生に何をしに来たのか、もう一度よく考えてみてください。無常の風はいつ何時あなたの命を連れ去っていくかわかりません。私は両親の死をご縁に仏教と出会い、南無阿弥陀仏と出会い、阿弥陀様との久遠からの約束をこの人生で果たさせていただきました。いずれ私もあなたも同じように必ず死んでいかねばなりません。死は恐ろしいものです。辛く、悲しく、苦しいものです。しかし、私が死ぬ日とは、あくまで私の人間としての有限の命が終わる日でしかありません。私にとって死とは、これまで何度も何度も流転輪廻してきた生と死の狭間でしか生きられなかった有限の命からついに解放されるということなのです。それは私が無料の命を得て無料の光となる。つまり、凡夫の私が仏として新たに生まれさせていただく誕生日でもあるのです。私はこの人生で南無阿弥陀仏という仏様の世界から届いた本当の言葉に出会い、命が帰っていく本当のふるさとを知らせていただきました。そのことを知らせていただいただけで、私は人生の目的を果たすことができたと思っています。そして、残りの人生を念仏とともに安心して軽やかに生きていけると、そういうふうに感じています。私のお話は以上です。皆様、静かに聞いていただき、ありがとうございました。南無阿弥陀仏。
何万打仏、何万打仏。